じゃあジョニーの、まあ、好きな音楽、影響を受けた音楽いろいろあると思うんですけど、ちょっとそれの紹介をお願いします。一番影響されたバンド、ディアフッフですね。リードはベースを弾く日本人の里見という人で、他のメンバーはアメリカ人でサンフランシスコで始まったバンドで、大ファンで全部を持ってる。そして大ファンだったから、そのアート作った人、鏡健っていうアーティストは必ず会いに行かなければならないと思って、今はグイスダニの方の店をしてる。それはストレインジストアという。これは下北沢で見つけたオリジナル。これ、何してる？なんだろう。This is like before the original. ファクトリー行く前の。そう。これ手作りのアートで手作りの。すごいね。本当にちょっとオタクの。テストプレスと思ってます。これはそのもっと前です。Kill Rockstars っていうレベルに入った前の録音で、入った後でもう一回出した。それは新しいちゃんとしたカバーがあるけど、それはその前の録音で、もう俺にとっては4000円が高いから、普通にはそういうの買ってないけど、これも清水さんっていうアーティストが作ってる。また違う人なんだね。ニューヨークに住んでる。一番いいアルバムです、これは。おすすめ。これも結構有名な、今有名になってるアーティストが作った。デイビッド・ショリグリ。面白い人。全部じゃないけど、たくさん持ってる。ディアフォールどういうところが好きだね、ポップな感じで激しいところもある。ドラマは一番もう狂ってる。来たですね。死んだいたフィーバーでやってた。そう、ドラマはめちゃくちゃ激しくて上手な人で、でもそれでもすごいキャッチーなポップだから、もうそしてエネルギーがもう本当に高いバンドで、あれはなんかコーヒー何杯飲んだみたいな気分になる。すごい好き。で、アートワークも含め、そう、アートワークが好き。そう、いつもなんかね、ちょっと結構セットなんですよ。そう、なんて言えばいい、浅い人じゃないけど、アートワークが綺麗じゃないと、俺はそのアルバムを多分買わないと思う。なるほどね。タイプ。本当にもう集めるためにアートも含めてすごい綺麗なものが欲しい。なるほど。持ちたくないので。はい。ただインターネットで聞けばいいっていう。聞けばいいと思うから。だからジョニーが自分が作る時もアートワークはやっぱりこだわりたいっていうのがあるでしょ。はいはいはい。結構うるさい。持ってたくなるような結構アートワークしてるもんね。そうそう。ブックもそうだけど、本もそう。例えば目立つものだったら聞くようになる。それに興味、なんか気握って買おうとなんていう検討します。から、アートワークも大切だな。なんかちょっと変わった人に気づいてほしいみたいな。この人が気づくアートワーク。なるほど、ね。そう。フライヤーもさ、ジョニー結構やっぱりこだわって作るじゃない。それも結構やっぱりいいよね。なんかそれやっぱり結局もらったら撮っておきたくなるし、これなんだろうってバンド知らなくてもすごいアートワークで共感して、なんか見に行きたくなるっていうのもあると思うし。ポスターはそう。ポスターは絶対しないと意味がないと思って。ポスターはそういうもんだもんね。ね。だからみんな作ってる。これを見て何これって気づいたら、いろんな情報を読む。まあそうだよね。まあそれは理想ですね。その細かい情報はそのままだと全然読まないから、そういう意味。で、
ジョーが言ってたのが、ジョニーの音楽は、ジョニーのアートの延長、ただの延長って言われて、確かに似てるかな。なんか、そこにあまり境界線がないというか、すごいそれは俺も思う。境界線の話をすると、最近、なんか一人で録音しようとしてる時には、子供の時から本当に綺麗にものを作ることができないタイプ。頑張っても多分定規でまっすぐの線を描こうとしてもできないタイプ。それで音楽もそうアートもそう境界線がないけど、で今はもっとちゃんと部分を分けて考えようとしてる、頑張ってるけど、やっぱりなんていう自分の個性を守らないと、受け入れないと違うことになるから、まあ俺はそういう人かもしれない。本当にだらしなくてしょうがない。はい。音楽、とりあえずディア夫婦って感じ？それ以外はヒッピージョニーは、ヒッピージョニーって言ったらドランサンミッチの。俺の本名？ヒッピージョニー、ドランサンミッチの。曲であるんですか？あ、そうなんだ。あったっけ？ヒッピージョニー？そっか。あだ名だ。ヒッピージョニーね、ただのあだ名かもしれない。あだ名で。はい。なるほど。そう。結構じゃあ具体的なんだね。この辺のシーンとかの時代とか、ジャンル、レーベルが好きっていう人とかも多いと思うんだけど、そういう感じよりアーティスト単体で割と好きっていう感じなの？結構時代があった、例えば高校生の時には、あれすごいエモが好きだった。あ、そうなの？Saves the Day っていうバンド大好きだった。そして Bright Eyes っていうすごいエモのとかフォーク系が好きで、その後でハードコアに進んじゃって、SST はすごいハマってた。すっごい好きだった。ヘンリー・ロリンズの本全部読んで、それはちょっと飽きちゃって、それからジョーからの勧めが多くて、そして今は、ジャズの影響がすごい多いかもしれない。そう、結構いつも進んじゃってる。やってる音楽は結構さ、インダストリアルっぽい音楽とかもあるわけじゃない？ああ、まあ、結構幅広いっていうかさ。あれ、ビッグブラックが好きだった。これも確かに SST。タッチングオフ。やっぱりシカゴだね。こういう、なんていう、ガラスと、鉄みたいなギターが好きで、もう本当に痛くなっちゃうぐらいのギターの音がいいな。それでスーパーシンガーのアルバムの影響になった。あと LA のオキドキっていう、昔の本当に少しだけ活動してたバンドだけど、それはドラムマシーンで3人でやってたバンドで、エレクトリックパンクみたいなことをやりたかった。で、最近は、あれだよね、サックスを吹いてるっていう。見せる？見せよう。これは、俺の赤ちゃんですね。ちょっと、わかりづらいけど、シルバーサックス。そうね、今は黄色いだから、ちょっと黄色く見えるけど、これはニッケルコートがあって、最近いろいろ調べてる YouTube は一番いい先生。いろいろ習った。例えば、もう細かいのオタクの話だけど、リードとそのマウスピースの話すると、穴が細かいのは硬いリードが必要。で、ジャズの方は口が広い。それは柔らかいリードが必要で、それで俺が結構失敗したけど、今ちょっと実験してます。そしてジャズは意外とスムーズすぎて、クラシカルな音が、なんていう若干スクイーキーで好き。で、これは中国からの安い500円で買ったリードマウスピース透明のやつ。ただカッコつけたい。大体。あ、これ作ったし。
こだわりね、それね。これストラップストラップの方。ブルーザフローそう。これですね。上手じゃないけど。そしてここで増えたら、おじさんが文句言うけど、これから頑張ります。好きなサックスプレイヤーは誰ですか？オルネット・コールマンが今は流行です。トランペットはやったけど、サックスはやりたかったっていう。ね、サックスは最近。本当に最近。そしてそれはパンクの影響だった。でもあれだよね。坂田明さんの似顔絵描いたりしてるよね。あったあったあった。そう、ジャズもいい。すごいかっこいい。絶対、それぐらい俺は上手にならない。でも、ずっと音楽作りたい。絶対上手にならないけど。だから、ジャズをやる人はすごい褒めてます。じゃあ、サックスプレイヤーとしての非常に楽しみですね。楽しみにしてる。では、こんな感じ。